こんにちは、ルイカと申します。今回は、印刷プレビューを高速で確認する方法をご紹介いたします。クイックアクセスツールバーを使用するとか、コントロールと F2 のショートカットを使うとかではなく、入力シートとプレビュー画面を同時に表示させます。若干裏技的な方法ですので、一部できないこともありますが、プレビューを頻繁に確認するときは役に立ちますので、ぜひご覧くださいね。では始めましょう。やり方は簡単です。表示タブから新しいウィンドウを開くで、同じファイルをもう一つ別のウィンドウで表示します。同じシートが表示されていますので、片方を印刷プレビューにします。必要なのはこのプレビュー部分ですので、ここがなるべく大きくなるようにウィンドウサイズを調整します。もう一方の入力シートも大きくします。このあたりの印刷設定部分は不要ですので、上にかぶせてしまいましょう。これで完成です。現在のプレビューが表示されていますし、内容を変更すると、その結果がプレビューに反映したらよかったのですが、残念ながらリアルタイムには反映しません。一度こちらのウィンドウを選択すると反映します。文字だけでなく、セル幅を調整しても反映しますね。やはり入力している状態と印刷プレビューではズレがあります。通常の印刷プレビューではズレているところを覚えておいて、入力画面に戻って修正していく必要がありますが、この方法ならプレビューを見ながら修正できますので、ずれているところを覚える必要がなく、とても便利です。マウス操作でプレビュー画面を行ったり来たりするのは時間がかかりますので、ここはショートカットキーを使いましょう。Excel ではなく Windows のショートカットになりますが、Alt キーを押しながらタブキーを1回押すと、ウィンドウが重なっている順に表示され、初期状態で2番目のウィンドウが選択されていますので、Alt キーを離すと、そのウィンドウが選択状態になります。もう一度 Alt キーを押しながらタブキーを押すと、先ほど最前面だった入力画面が2番目に表示されていて、それが選択されていますので、Alt キーを離すと、入力画面が最前面になります。これを繰り返すことで、2つのウィンドウを素早く切り替えることができます。Alt を押しながらタブを1回押して、Alt を離す。Alt を押しながらタブを1回押して、Alt を離す。入力内容を変更したら、Alt とタブ、Alt とタブ。入力内容を変更したら、Alt とタブ、Alt とタブ。これでこまめにプレビューを確認しながら、入力作業をすることができます。あまり早く切り替えると反映しませんので、少し加減しながらやりましょう。便利な方法ですが、注意点もございます。セルの変更はちゃんと反映されるようですが、テキストボックスなどのオブジェクトはうまく反映されません。反映というより、入力自体が不安定になります。テキストボックスを表示して、これはプレビューに反映しますが、文字を入力しても入力自体ができていないように見えます。しかし実際は入力されていますので、プレビューを選択すると表示され、入力画面に戻ってテキストボックスを動かしたりすると入力内容が表示されます。テキストボックスの選択も選択できたりできなかったりしてしまいます。これは同じシートを入力とプレビューの2つの状態にしているからではなく、オブジェクトと印刷プレビューの相性が悪いためです。この2つは別々のファイルで、両方入力画面であれば、普通にテキストボックスを挿入して文字を入力したり、スクリーンショットを撮って画像として貼り付けたりできますが、片方を印刷プレビューの状態で行うと、先ほどと同様に入力内容がボックスに表示されません。スクリーンショットも撮ることはできますが、画像としての貼り付けができません。しかし、別のファイルの印刷プレビューを解除しますと、こちらの変更内容がまとめて表示されます。このように、印刷プレビューとテキストボックスなどのオブジェクトは相性が良くないので、今回の方法はセルの変更の確認という前提でご使用ください。
また、今回の方法は標準機能ではありませんので、もしかしたらオブジェクト以外にも何か不安定になる可能性もありますので、こまめに保存しながら行った方が良いです。最後にウィンドウを閉じるときですが、ウィンドウが2つ開いたまま保存して、それぞれ閉じると、次に開いたときに、ウィンドウが2つ開いてしまいます。ウィンドウを1つにした状態で保存してから閉じるようにしましょう。ということで、印刷プレビューを高速で確認する方法でした。一部制限もありますが、単に素早く表示するというだけでなく、並べて表示できるというのは結構メリットがあるのではないでしょうか。何度もプレビューで確認するのが面倒と感じることがありましたら、今回の方法を試してみてくださいね。それでは、最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。もしお役に立ちそうでしたら、高評価やコメント、SNS でのシェアなどしていただけますと、とても嬉しいです。